初期の通信は前にも言った通り皆細字で書かれ、その書体も均一でドクター・ザ・ティーチャーと署名してあった。この支配令の主席はいつも同一で、一見その人と知ることができた。彼は私にとりて一つの実在であり、一つの人格であり、その性情は私が地上で接触する人間と同様に顕著なる一つの輪郭を持っていた。そうするうちに通信は他の人格からも送られるようになった。筆跡、文体、語法など各々皆特色がある。で、私には筆跡だけ一別すればそれが何者の通信であるかがはっきりわかるようになった。他界の居住者中には直接私の手を使うことができず、レクターと称する礼をして代筆せしむる者も少なくないのであった。ケダシレクターは通信の名手で、様で私の体力を消耗することなしに自由に通信を行うらしいのであった。不熟練の例に使われると通信もまとまりが悪く、また私の疲労も非常に強烈であった。したがって多くの場合にレクターが代筆したが、ただある例が初めて通信を試みるとか、または特に通信を強調する必要を感じた場合とかには当事者が自ら筆を取るのであった。ただし本書に収録された通信は全部がインペレーターから出発し、そしてレクターがその社事性を務めたものである。他の場合、ことに通信の後期5年間においては一団の霊たちが各自自分の書体で通信をよこした。通信を受け取る時の状態は種々雑多であった。通則としては私が周囲と絶縁することが必要で、私の心が受け身になればなるほど通信が容易であった。最初は筆の運びが難重であったが、間もなく機械的運動が章を占め、1ページまた1ページと苦もなく書き綴られるようになった。最初これらの通信をスピーチャリスト誌に発表するにあたり、通信者たちは全部に修正を施したが、内容の実質には少しの変化もなかった。ここに発表したものには全部個人関係の通信が省かれている。したがって最も力強く印象の深い部分が自然除外されたことになったが、これはいかんともすることができない。活字に伏せられたものは未発表の部分の単なる標本としてこれを取り扱い、他日全部公開の機会の到来を待つより他に道がない。私自身の観念が果たしてこの通信に加味されているか否かは興味ある研究課題である。私としてはその防止に全力を尽くした。最初は筆記が遅く肉眼で文字を見送る必要があったが、それでも盛られた思想は決して私の思想ではなかった。間もなく通信の内容は全部私の思想と正反対の性質を帯びるに至った。が、私は依然警戒を怠らず、初期中に他の問題に自分の考えを占領させるべく努め、難解の書物を紐解いて推理を試みつつあったが、それでも通信は何の障害なしに規則正しく現れた。こうして書いた通信の枚数はたくさんだが、それで少しも修正の必要なく、文体も立派で、時に奇縁万丈、公文の妙を極むるのであった。が、私は私の心が少しも利用されないとか、私の精神的素養が少しもその文体の上に影響を与えないとか主張するものではない。私の見るところによれば、霊媒自身の性癖が確かにこれらの通信の中に見出されると思うが、これに盛られた思想の大部分は全然私自身の平勢の持論、または信念とは没交渉であるばかりでなく、幾多の場合において私の全然知らない事実がその中に盛られ、後で調査してみると、これらはことごとく正確であることが確かめられた。私にはこれらの書き物に対して何らの命令権もなかった。それは通例求めない時に現れ、強いて求めても必ずしも現象が起こらないのである。私は出所不明の突然の衝動に駆られて、正座して筆記の準備をやる。それが連続的に現れる場合には、私は通例早起きして、毎日の最初の時間をそれに当てる。部屋はいつも祈祷に用いる専用のものである。すると多くの場合に通信が現れるが、しかし必ずしも当てにはならない。他の形式の現象が起こることもある。健康状態が面白くないと無現象のこともあるが、そんなことは滅多に起こらない。インペレーターと称する霊からの通信の開始は、私の生涯に
一、新起源を画するものである。それは私にとりて、精神的再生を遂げしめた教育機関で、地来、私はいかに懐疑的空想にふけることがあっても、心からの疑惑に陥るようなことがなくなった。これらの通信の現れた形式などは、深く論ずるにも足りないであろう。その価値を決するものは、主としてその内容遺憾である。それは果たして宇宙人生の目標を明らかにし、永遠不朽の真理を伝えているか否か。おそらく多数人種にとりて、これらの通信は全然無価値であろう。なんとなればその中に盛られた真理は、彼らには真理でないからである。他の一部の人たちにとりて、これらの通信は単に珍しいものというにとどまり、またある人たちの目には単なる愚談と映ずるであろう。私は決して一般の歓迎を期待して本書の刊行をするものではない。私はただ本書を有益と考えられる人たちのお役に立てば、それで満足するものである。以上、モーゼスの述べたところによりても明白である通り、霊訓の中に収められてあるのは原本の一部分に過ぎない。近年、霊訓続編が出版されたが、これも一小部分である。原本の大部は、目下、英国神霊協会に保存されている。